はい、どうも、カッパ園長です。じゃあね、この動画ではね、とある韓国 YouTuber のお話をちょっと見ましょうかね。といっても、有名なあの人じゃないんですけど、この人はこの人で知ってる人多いかな。キバルンさん、キバルンさん。ちょっとイントネーションわかんないですけども。いや、なんかこの韓国人にはない日本人の能力6000みたいな。なんかそういう動画を公開してね、なんかこの日本のマスコミが、結論から言うと、これもあれですよね、いわゆるこのすり寄り、用日の類ですかね。要は偽りの日韓友好をでっち上げるために、それをもっとより広く主に日本社会に浸透させるための、世論誘導を仕掛けてきてるわけですよね。だからこういうのに、だから僕とかあなたは大丈夫だと思いますけども、でも結局広く日本社会、広く浅く日本社会っていうのを見ていくと、結構簡単にこのコロッと、持ってかれるんで、気をつけないといけないんですけどね。やっぱり分かる人は分かるんだって。やっぱりお隣のキムさんと一緒だみたいな。僕から言わせればもうちゃんちゃらおかしいちゃんちゃらくんですけどね。いいや、ちょっとね、見ていきましょうかね。本当にすごいと。チャンネル登録者数46万人を超える。それは確かにすごいかも。在日20年以上の韓国人。日本に暮らしているっていうこの韓国人 YouTuber っていう体なんですけど、知ってますこのキバルンさんっていう人。23年10月31日、チャンネルを更新し、韓国人から見た日本人独特の能力6000。これについて語っていたと。韓国には部活がない。小さい頃から個人プレー。キバルンさんは韓国で、日本ではできた当たり前なのになんで韓国人はこれはできないのかと感じることが多いそうで、大阪に住んでる人なのかなこの人。日本での生活が長いキバルンさんは小さい頃から日本人だったらできて当たり前のことを周りの韓国人にめちゃくちゃ褒められたりするんだよねという。キバルンさんは韓国人には理解できない日本人だけが持っている能力の例として箸の使い方、言語能力が高い、飽きない、争わない、観察能力が高い、計算ばり早いの6つを挙げたと。箸使うのはだって君らも金属の箸使って飯食ってたじゃん。違うの。主にスプーンだったのかやっぱり。争わないについて韓国って自分の気持ちをストレートに伝える人が多いよね。だから本当によく喧嘩をする。なんでかというと韓国って小さい頃から学歴競争社会だからチームで頑張っていこうとかじゃなくて個人プレーなわけ。韓国って部活ないんだよね。だからうちらが部活って培ってきたチームワークほとんどの人が経験ないわけ。このキバルンさんっていうのは日本の学校を通って日本の部活に、なんとか部にいた経験がある人なの。日本は雰囲気を壊さないでその場その場で空気を読むことが自然に身についている。今となっちゃこれがマイナスに働いてますよね。つけ込まれてるだけなんで、これ本当にすごいこと。日本人同士だったらそれでもいいけど、残念ながらもうそれは逆に今となっちゃ枷になってるよね。観察能力が高いについて、例えば本当に小さなこと、例えば重い荷物を持ってあげたり、ドアを開けてあげたり、韓国では普通のことなのに、日本の方はそういったこと一つ一つチェックして、感謝を伝えてくれる。同じことを韓国もしているってことを言ってるけど、本当かね。そうした観察能力が自然に身についているから、日本の方のコミュニケーション能力も自然と高い。日本社会、一般日本社会のこの日本人のこのコミュニケーション能力ってどうなんですか？高いと思います？あんまり僕実感ないな。引きこもりだからですかね、僕がね。さあせん。などと解説し、韓国と比較した際の日本の良さを指摘したと。で、これに対するこのコメントかな。キバルンさんの動画見てると日本人としての自己肯定感が上がる。いつも日本のいいところ紹介してくれてありがとう。日本人としては当たり前で気がつかないことを気づかせてくれるし、もっとプライドを持てと背中を押されている気持ちになります。ちょれえな。こうやってキバルンさんが話してくれるとすごい、私のことを褒めてくれてる気になるから見てて嬉しくなる。ありがとうなどの声が寄せられていたそうです。ちょろいっすね、日本社会ってね。改めて見ると。これで日韓友好、この関係、このムン政権の頃と比べて、やっぱ日韓友好だなって思いますか、あなたは。
いや、思うなら思うで別にいいです。別に否定もしないです。僕は違いますけども。言語能力が高すぎるっていうのは何なんだろう。いまいちピンとこないですけども。人の名前も漢字で書けるとかその辺なのかな。なんかね、これあれですよ。ね、あなたは多分、とっくの昔に気づいてると思いますけども、この手のね、もう、これ後半サロンの方でもね、別のパターンのこの記事もいますけど、ムン政権になってから特に昔からあるんですけど、ね、有名なところで言うと、なんだろうな、パンダービルドさんなんかもそうなのかな。一部覚醒したっていう体の、ね、この韓国の人が、日韓関係について、ね、主にこの韓国側のこの問題点とかを指摘しながら、ちょっと日本上げ、韓国下げるとこまでいかないけど、なんかそういうようなこの発信をする人って昔から何人かいたじゃないですか。YouTube だともっと有名な人はウォークさんなんかもそうですかね。ただね、そういう人たちのそういう発信を、まずその人たちがどうこうっていうよりも、ね、そういう発信をしている人を取り上げた日本の反日クソマスゴミの記事ですよ、立ちが悪いのは。こいつらはその人たちそれぞれが、どう思って、どっちに向かってどういうつもりで発信しているのか、それは知らないです。ただその発言とか発信内容を反日クソマスゴミが利用すると、ちょっと話変わってくるんですよ。プロパガンダですよね。世論誘導してくるんで。韓国の人たちが、要はこの手差し伸べているとかね、日韓友好、この政府次元では、あと歴史問題では、でも民間交流では、韓国の人たちはこんなにも日本への理解を示してくれているっていう体で使ってるわけですよ。言ってる意味わかりますかね。こんなのにね、このなんだっけ、キバルンさんでしたっけ、この人が本当にそう思って、そういう発信を続けている、それは嘘なのか本当なのか、それはもう確かめようがないんで、その人にしかわからないんで分かりませんが、こういう人がいるっていうのを、存在を利用して、この世論誘導を仕掛けてきている日本の反日クソマスゴミは、騙されないように気をつけないといけないですよ。だってこれで関係改善とかってありえないじゃないですか。何度も言ってますけど。だって韓国側は何も変わってないんですよ。これまでの反日発言、反日行動は何一つ改まってないし、だって不気味な邪神像だって1個ぐらい片付けたんですか？何も片付いてないですよね。違法判決をもとに、日本にゆすってたかるっていう動きは、なくなったんですか？とりあえず止めてるだけじゃん。レーダー照射だってうやむやにしたまんまだし、主に結局これも結局は辿っていくと日本側が甘やかし続けている、違うもんは違う、ダメなもんはダメ、約束守んないのはなんでだっていう追及もかけられないのが悪いんですけども、だからもういい加減そろそろ断ることをこのダメ出しノーを覚えなきゃダメなんですよ、日本社会が。もう個人レベルからなんか人間関係がどうこうとか、その場でこの円滑にするみたいなことを日本人のこの美徳というか美点みたいな感じで上げてましたけど、今となっちゃそれ邪魔ですよ、はっきり言って。争わないっていうのも違うと思うし、観察能力が高いっていうのもちょっと違うかな、やっぱり。計算早いっていうのは意味不明ですけども、言うべき時に言うべきことを言わないじゃん。この口つぐんで、その場のこの空気読んで、事なかれ、そんなのもうはっきり言って美徳でもなんでもないです。結局そこつけ込んで、このやらかしてくる、仕掛けてくるやつらが多すぎるんで、もうそこはもう良さとかそんなもんじゃない。昔の話、今からじゃ特にこの日本以外のどっかよその国の人とっていうことを考えたら、そこはもう切り替えなきゃダメですね、日本側の方が。日本の良さでも何でもないですよ、僕から言わせれば。むしろ邪魔。ということでね、じゃあ続き後半サロンの方では今度この在日3世から見た、日韓関係みたいな、本当この手の記事がもう山ほどあるんだよね。毎日気持ち悪いぐらいこのすり寄り記事が飛び交ってるんで、ダメだろうな、こういうのすぐ騙されちゃうんだよな、日本側がな。今回は以上です。